皆さん、こんにちは。今日は日本の春休みについてご紹介します。春休みっていうのは、その名の通り、春のね、期間にある休みなんですけど、これはね、結構日本の1年間の周期だからこそある休みの期間かなと思うので、今回は皆さんにそのね、特徴とかをお伝えしようかなと思います。春休みって実は日本では3月から4月、早ければ2月から始まる人もいるんですね。だからもうまさに今、そう。だからもしね、皆さんがこの期間に日本に来るんだったら、ちょっと話を聞いてほしいです。ということで早速本編に入りましょう。はい。日本の春休みなんですが、この期間は基本的には3月の下旬から4月の上旬までになります。そもそもね、日本では4月が1年のスタートっていうのを知ってますか？例えば、中学を卒業します。で、高校に入りますってなった時に、スタートは4月です。高校1年生は高校に4月から通い始めます。これはもしかしたら皆さんの国とはちょっと違うかもしれません。だいたい皆さんの国では9月とか10月に始まることが多いんじゃないかなと思うんですが、どうですか？皆さんの国では何月に1年がスタートするか教えてください。1年がスタートするっていうのは、例えば2024年が2025年になるのは1月ですよ。1月1日です。でも、新学期が始まるのは4月です。だから日本ではだいたい年末年始を冬休みで過ごします。この期間は学校とか会社がお休みで冬休みになることが多いです。で、1月のお正月も冬休みで、冬休みが終わったらまた学校に通い始めます。で、学校が終わるのは3月です。3月にその年の1年のね、1学年が終わるので、春休みを迎えます。で、この春休みで次の新学期の準備をします。だから、例えば、中学を3月に卒業したら、高校に4月から行くための準備をするのが春休みです。もちろんね、高校1年生から高校2年生に上がるときも1学年が終わったから一度春休みになって2年生になるのを待ちます。そういう準備の期間です。それが春休みで、だいたいね、小学校、中学校、高校とかは3月の下旬から4月の上旬まで休みで、4月の頭に入学式とか新学年が始まる。っていうのが一般的です。4月は日本では桜の時期なので、桜の時期がね、来ると1学年が終わってしまって寂しいなーっていう気持ちと、新しい年が、新学期がね、始まったなーっていう風に思う希望を胸にみたいな、そういう気持ちが入り交わる。そんな時期が桜の4月です。でもね、春休みは、実は大学生はもっと早く始まることが多くて、2月から4月まで、だいたい2ヶ月間休めるっていうことも多いです。でもね、皆さん知ってるかもしれないんですが、日本人は社会人になると、会社を1週間休むこともほとんどできません。1週間の休みを取るって、日本の社会人にとってはすごく難しいんですね。一般的には違う人もいると思いますが、基本的には長期休みっていうのはほとんど取れなくて、取れても年末年始とかの冬休みとかになるかなという感じなんですが、だから大学生の2ヶ月間休めるっていうのは、特に大学4年生にとっては本当に最後の長期休みなんですよね。だからね、大学4年生は春休みに卒業旅行をすることが多いです。卒業旅行はもう大学とかのね、仲がいい友達とみんな自由に好きなところに行こうっていう風に計画を立てます。結構ね、このタイミングで海外に行く人とかも多いので、もしかしたらね、皆さんの国の観光地でも日本の大学4年生が
卒業旅行で遊びに来ているっていうこととかもあるかもしれません。ただね、この春休みなんですが、みんなが休みでしょ？だから、結構いろんなところが混むんです。で、旅行先の例えば宿とかもちょっと値段が上がることがあります。だから、日本の春休みは皆さんにとってはもしかしたらベストな旅行のタイミングではないかもしれません。例えば私も2月とかにディズニーとかに行くとすごい混んでて、なんでだ？今日平日なのにどうして混んでるんだろうって思った時に、春休みかってなります。特に3月とかは小中高大みんな休みなので結構どこも混みます。あとはみんなお花見とかも行きますね。お花見っていうのは桜を見ながらご飯を食べたり飲んだりする。それがお花見です。桜がね、綺麗に咲く公園とかだともうたくさんの人がお花見に来て、みんなレジャーシートとかを敷いてピクニックをします。東京でもね、有名な公園がいくつかあるんですが、そういうところはすごく混みます。あとね、みんなこの時期に引っ越しをします。例えば、大学にね、入るために違う県から違う県の大学のところまで引っ越すとか、あとは就職でね、違う場所に引っ越すとか、会社で転勤になったから引っ越すっていうのもみんなこのタイミングが多いです。だから不動産会社とかが忙しくなるのもこの時期ですね。みんな新しい物件を探すし、逆に出ていく人もいるから、不動産会社はすごく大変です。だからこの時期は物件をね、探すんだったら急がないといい物件はすぐに取られてしまうっていう風に言われています。だからね、この休みは日本からどこかに行くっていうのも結構高くなりやすいから、皆さんがね、旅行をするんだったら、この時期以外で探した方がいいかもしれません。ただね、日本ではこの時期にしか見れない桜とか、お花もね、いっぱいあるし、この時期にしか売り出さないような桜の食べ物とかね、春らしい食べ物っていうものもあるから、そこはね、ぜひ、参考程度に聞いてもらえればなと思います。はい。ということで、今日は日本の春休みについてご紹介しました。この時期、もうまさにね、今から春休みだと思うので、もうどこも混んでてなんでってなったら、春休みかっていう風に思い出してみてほしいです。まだね、今日本にはいない人も、いつか日本に行こうかなって思ってるんだったら、これもね、ぜひ頭に入れておいてもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。こういう動画がいいなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。